材料の確認です。羊毛が8色、顔のベースが1つ、角のベースが2つ、豆のベースが5つ、ブローチピン、フェルトが1枚入っています。ご確認ください。ご自分でご用意していただくものはこちらです。羊毛フェルト用のマットとハサミをご用意ください。ブローチを作っていきましょう。まずベースの形を整えていきたいと思います。ベースはお顔、豆が5つ、角が2つあります。ニードル針は木の方がギザギザになっています。このギザギザの部分を羊毛に引っ掛けて固めていくことができます。ここが少し出ているなというところを刺すことでへっこめていくことができます。このように刺していってください。とても針の先が鋭いので手に刺さないように気をつけてください。ベースの形を整えていくことでニードル針の使い方が少し理解していただけるかと思います。丸い豆のベースも少し整えてみましょう。出ているところを少し絡めて中に押し込む。出ているところをつつくと少しへっこんでいっていくのがわかると思います。他のベースも同じようにやってみましょう。これで少しニードル針の仕組みを理解していただいてから鬼作りに鬼の色をつけていきたいと思います。それでは顔にベースを貼っていきたいと思います。赤茶色の羊毛を出してください。赤茶色の羊毛をここにかけていきたいのですが、少し薄く広げて準備をします。こちらに持ってここから少し引き抜いてこの上に重ねるというように薄くこの上に重ねていくことで綺麗な表面を作ることができます。横向きに重ねたり縦に重ねたりして薄い羊毛の層を作ってください。顔のベースの2倍ぐらいの大きさに今作っています。このような薄い層ができたら少し透き通るかなというような場合は半分に折りたたんでこの上にこのようにかけていきたいと思います。この上に羊毛を置いていただいてベースのあると思われるところに少し粗く刺して固定してみてください。このような感じになっています。くっついています。ここまでくっつけることができたらこれをきちんとくっつけていきたいのでここを張らせてこの側面をつついてみてください。このようにくっつけることができます。そしたら下の面もつついてみましょう。張らせてからつついています。そしたらもう一方の面もやってみましょう。このつなぎ目のところも刺してみましょう。ベースにぴったりとくっつくように側面を入れ込んでいます。上の面は紙がくるのでこの面はそのままにしておいていただいて大丈夫です。そしたら裏向きにしてこの周りを
ついてみましょう。今は裏向きの状態です。深く刺してしまうとここから白い色が出てしまいますので、裏から刺す場合は浅めに刺していってください。そして羊毛ニードル針は刺して同じ方向に引き抜くようにしないと針の先が折れてしまいますのでお気をつけください。同じ方向に刺して同じ方向に抜く。こっちならこっち、こっちならこっちというように同じ方向に抜いてください。角は角のベースに黄色の羊毛をつけていきたいと思います。先ほどと同じように羊毛を薄く広げて取ったものを用意してからつけていきます。角は小さいのでこのように薄くほぐしたものを半分また半分というようにした小さいものでも巻きつけることができます。ここをこのように包んでいくときれいになるかと思います。斜めに包んでここをとりあえずつけてからきれいに形を整えていきたいと思います。この時もピチッと貼りながら刺していくときれいな形に整います。ふわふわのままではなく貼りながら刺していってください。このような感じに角ができました。ここに横しまを入れていきたいと思います。今度はこの茶色の羊毛を細く細くよっていただいて細く細くこのようによってください。それをここに入れていきたいと思います。ここにこのように入るように縁を留めて縁から少しずつここを押さえながら自分のやりたい細さで刺していってください。よった羊毛が太くても刺すところが細ければだんだん細く入っていきます。太くしたくなければあまり幅を広く刺すのではなく細い部分に針を通す。そして裏側は先ほどと同じように深く刺しすぎると前に出てしまいますので裏側は細めにやってください。角の形も整えながらこのように角ができたら顔と合体させていきたいと思います。顔のベースの裏側に角を配置します。顔のベースの裏のここがたくさん出ている人はちょっとカットしてもいいと思います。これをちょっとカットしておいてください。このぐらいの高さでいいと思います。で、裏側に角の前側をこちらから見て、あと髪の毛がきますのでこんな感じでいいかと思います。場所が決まったら裏返しにして浅く刺していってください。ふわふわの部分を浅く一緒にしていきます。ふわふわを固定します。そしたらこの後ろ側がちょっと空いているので先ほどカットした残りをここにかぶせていっ
こうかと思います。この時も浅めに刺していただいた方がいいかと思います。浅めに刺さないとここに白い羊毛が出てしまいますのでお気をつけください。針をつけて出てしまいます。角がつきました。髪の毛をつけていきたいと思います。茶色の黄土色の羊毛を出してください。黄土色の羊毛を丸めて、このような丸にします。その丸を頭につけていきたいと思います。つけたい場所に丸い羊毛を置いて、真ん中のあたりを突き刺してください。小さくなったものも真ん中のあたりを突き刺すことでくっつきます。白い羊毛フェルトと茶色の羊毛フェルトを羊毛を出してください。まず白い羊毛で目の縁取りを作っていきます。目の縁取りも先ほどの髪の毛と同じように少し丸めて作っていきたいと思います。そのまま使ってしまうよりも固めて使った方が使いやすいです。目になるぐらいの大きさの羊毛を取って少し丸めたら目のあたりに刺します。自分のやりたい目の形に針を刺していってください。刺したところだけが固まります。外に出た部分はこのように中に内側に入れ込むことができます。下はどのような形にしようか、また同じように輪郭をたどって作ってみてください。刺したところが中に入って模様を描くことができます。そしたらそこに茶色の羊毛を足して白の一回り小さい茶色の輪郭を作りたいと思います。茶色の輪郭もこのように少し固めて入れると綺麗な形になりやすいです。白よりも一回り小さい目の形を作っていきます。このような感じになっています。それでは次に白い目の光を入れたいと思います。目の光は本当に小さく丸めてここ
こに置きます。もう一つも小さく丸めて用意しておいてください。目の高い位置にこの丸を刺していきます。こんな感じになっています。もう一つも入れますが、これはもっと小さい方がいいかもしれませんが、中の方に入れれば大丈夫かもしれないです。このような感じになりましたが、茶色がちょっと狭くなってしまったので、このような感じになっています。鼻と口を入れていきたいと思います。鼻は黒の羊毛で作っていきます。ちっちゃい丸い塊をまた作っていただいて、それを鼻のところに差し込んでいきたいと思います。鼻の位置に置いて、差し込んでいきます。こんな感じです。こんな感じです。そしたら口は先ほどと同じように細長く、先ほどよりも太く寄っていただいて、自分のやりたい線のところに刺していってください。うねうねにしたい場合はうねうねに刺していきます。途中からでもこのように寄って線を作りながら入れてみてください。長い部分はカットしていただいて大丈夫です。こちらの始まりもカットして大丈夫です。そしたら眉毛を入れていきましょう。眉毛があるとまた可愛くなります。眉毛は少し細長いように寄って眉毛の感じでイメージがだいぶ変わります。もう一つの眉毛もこちらに入れたいと思います。ハの字にしたりしてもいいと思います。そしたらこの豆のベースを使ってここに飾りをつけていきたいんですけども、今度はこのベージュ色の羊毛でこの豆を包んでいきたいと思います。豆をベージュの羊毛でこのように包んだら表面をついて固定してください。
しふわふわの状態であっても大丈夫です。ここで1個ずつやるよりもここに乗せた方がくっつけやすいので、ここに乗せてまず豆を固定します。その後にベージュをきれいに絡めた方がやりやすいかもしれないです。茶色の羊毛を出してください。茶色の羊毛を少し取っていただいて、このように四角く折りたたんでください。それを小さなシートを作っていきたいと思います。半分に折りたたんで、このように小さな羊毛のシートを作っています。このような羊毛のシートができたら、これを後ろにブローチピンを縦に置いていただいて、この部分をここで押さえたいと思います。こことここを刺すことでピンを固定します。この時にあまり深く刺すとこちらに模様が出てしまいますので、浅めに刺してください。ブローチピンのギリギリのところを浅めに刺しています。反対側のギリギリのところも浅めに刺しています。このような感じにくっついています。針でブローチピンを留めることもできますが、このように羊毛同士をくっつけて一体化することもできます。きちんとくっついたかどうか確認していただいて、ちょっと心もとないなという時はさらに羊毛を今このように刺したんですけども、この隣にここが外れないように刺しておくこともできます。今の羊毛のシートが外れてこないようにこちら側もくっつけることができます。こんな感じです。そしてこのピンを使ってブローチにすることもできるのですが、このままイーゼルのように立てて飾ることもできます。それではマスを作っていきましょう。入っていった羊毛フェルトを1センチぐらいのところでカットしてください。そしてここを斜めにこのようにカットします。こちら側も斜めにこのようにカットしてください。四隅をこのようにこっちですね、カットして組み立てていきます。こちらがこのように四角くなっていく予定です。それではここに白とベージュの羊毛を用意してください。ベージュと白を混ぜて使います。少しまだらになっていてもいいかと思います。そしたら少し多いので半分を薄く伸ばしてこの上に乗せていきます。羊毛とフェルトをくっつけていきます。色が
少しまだらになっていますが、気にせずにやってください。そしたらこれをめくって、この裏側にも先ほどのこの羊毛を置いていきたいと思います。このように少し羊毛がフェルトより大きくなっています。そしたらこれを、この角をこちらに折り曲げて、こことここを固定していきたいと思います。ここをこのように曲げてくっつけてください。羊毛を挟んでいるとフェルト同士もくっついてきます。このような感じになっています。こちらも同じようにここを折り曲げて、ここをくっつけていきたいと思います。ここをこのように四角く少しこのようになっています。そしたらここも同じようにここにこの角を合わせてくっつけたいと思います。こんな感じになります。こちらの角も同じようにくっつけていきます。このような感じに今なっています。この丸みのところを角を四角くするために、ここを角にしたい部分をつまんで、ここをチクチクとしていきたいと思います。このように角ができます。全部の角をやってみてください。ここもやってこうすることでちょっと四角くなります。あとはこの辺りの羊毛を巻きつけながらくっつけていきます。今度はこの角を作るのに少しこう折り曲げて、ここをチクチクしていきます。そうすると少しここが角になります。全部そうするとこのようなマスができます。このマスにさっきのここの時に使ったやり方で豆にベージュ色の羊毛を巻いておきましたので、これを入れて一緒に飾っていきたいと思います。羊毛フェルトのこのブローチのピンを台にしてこのように立てかけることができます。完成です。